こんにちは、まんまるなです。今回は100均グッズを意外な使い方をしてキッチンの収納を改善してみました。誰でもすぐにできる収納アイデアをたくさんご紹介してます。ぜひ最後までご覧ください。最初にタッパーの整理をします。我が家のタッパー収納は現在こんな感じです。セリアのアレンジシリーズのアレンジまとめという収納ボックスに入れてます。サイズがバラバラのタッパーもすべてまとめて一緒に入れてるので、とりあえず引き出しさえ閉まればいいや状態に。それぞれのサイズのタッパーの収納を分けたいと思います。仕切りグッズとして2つ購入しましたが、今回はこちらの切って使える仕切り板、高さ10センチ以上用を使います。私はダイソーで買いましたが、セリアやキャンドゥにも仕切り板は売ってます。好みの長さにカットし、仕切りと仕切りを組み合わせて自由自在にスペースを作ることができます。ちょっとぐにゃぐにゃ動くのが気になるので、動くのを防止するために収納場所が見つからないアイテムたちを入れて固定しました。大きな長方形のタッパーはこれ一つだけなので定位置はここにして、正方形のタッパーはまだあるので余裕を持った収納場所を作りました。さらにダイソーの野菜収納ボックスワイドタイプを2つ使って他のタッパーやこまごましたものを整理します。このようにずれないように引っ掛けて連結できるのが便利です。この小さなタッパーはこちらに入れて、その他主に卵調理用のグッズなどをこちらに入れました。これを引き出しに戻します。それぞれのサイズのタッパーの位置を固定できていい感じになりました。ただ仕切り板が使ってるうちに動いていきそうなのが懸念材料。以前視聴者様に教えていただいた固定できる仕切り板用のパーツを買おうかなと思ってます。ちなみにタッパーの蓋はダイソーの A4 ファイルスタンドを使ってます。側面が前に向かってなだらかになっているので、こういった蓋の出し入れがしやすくて使いやすいです。次にフリーザーバッグの収納を作ります。我が家にたくさんあるフリーザーバッグ。とりあえずシンク下の引き出しに箱ごと入れてますが、こんな感じでぐちゃぐちゃです。せっかくいろんな種類のフリーザーバッグがあるのに、あっちこっちに散らばってしまってて、使うのはついつい取り出しやすい場所にあるものばかりに。今回フリーザーバッグの整理に、まずこちらセリアのラッセバスケットのスリムを使います。サイズは記載の通りです。そして靴下整理カップの S サイズ。こちらは M サイズも L サイズも他に売ってます。今回は2つ購入し、合計8つのカップを使います。
どの向きでも連結させられるようになってます。このようにしっかりと連携させられてずれません。これをこのバスケットにすっぽりと入れます。ここにフリーザーバッグを立てて入れていきます。高さのある引き出しに収納しようとしたところ、思わぬ誤算が。フリーザーバッグが引き出しの上部に当たってしまって、少々閉まりにくくなってしまいました。ただ、フリーザーバッグの取り出しはスムーズになりました。パッと一目で全フリーザーバッグを確認できるようになったので、使いたいものをすぐにさっと取り出せるようになりました。次にお玉などのキッチンツールの収納を作ります。ステンレスのキッチンツールはこの IKEA のマグネットクリップにかけてますが、他にも細々したものがたくさんあります。使うのがまずダイソーのファイルボックスハーフサイズ。こちらは200円商品です。そしてこちらが冷蔵庫の整理グッズとして大人気の伸縮式ドアポケットの仕切りです。最小が 72mm、最大が 113mm の間で幅を調節できます。仕切りを作ることで収納しやすくなり、無事お好み焼きターナーの場所も作ることができました。こちらの 2way タイプの冷蔵庫のドアポケット仕切りも使えます。横にも縦にもその時々で使いたいように変えられます。横に使えば小さめキッチンツールなどの収納に役立ちます。次にこちらゴミ袋ハンガーと透明粘着フックを使ってゴミ袋の収納場所を作ります。まずこちらがゴミ袋ハンガーです。セリアにもダイソーにも売ってる商品です。シンク下の扉などに設置してゴミ袋の収納場所を作れるというアイテムです。結構前に購入してたのですが、なんと確認不足で我が家のシンク下や棚などにはフックの幅が足りず使えませんでした。これを何とかして使いたいなと思ってたので、セリアの透明粘着フックと組み合わせて設置します。
我が家は食器棚の横にゴミ箱があるので、取り出しやすいように食器棚の扉の裏側に設置します。この粘着フックは水濡れも OK で、いろんな場所に使える目立たないクリアタイプのフックです。ただこの手のものは一度位置を貼り間違えたりして失敗して剥がすともうつかなくなるので注意です。通常はこのように使いますが、逆さに向けてかつハンガーのフックをこのように内側にして引っ掛けると後ろに隙間ができてゴミ袋を引っ掛けられるようになります。これなら開け閉めも問題なくできて、ゴミ袋の収納場所を作ることができました。次にダイソーのボトル用水切り2個入りです。通常はこのように水切りかごなどに引っ掛けてペットボトルや水筒の水切りとして使うアイテムです。我が家ではその方法だと使い勝手が悪かったので別の使い方で使ってます。収納ボックスなどに2つ引っ掛ければこういったサイズが大きめの細くて収納場所に困りがちなキッチンツールが収納できます。薄くて平らな小皿なども収納可能です。次に前回もご紹介したセリアの何度でも貼って剥がせるフィルムフック、こちらを2つ使ってお鍋の蓋の収納をします。小だと2個入りで100円ですが、今回は大なので1個入りです。取り付けられる場所、取り付けられない場所は記載の通りです。今回シンク下の引き出しの手前側にくっつけて蓋を収納します。ただこれがくっつく面なのかが心配でした。一旦やってみたいと思います。耐荷重はこの台だと3キロなので結構重めのものを乗せても大丈夫です。何度でも貼って剥がせるので位置を微調整したい時や用途を変えたい時も便利です。さらに買い足して他の蓋も浮かそうと思います。デッドスペースを活用できるし2つで支えているのでしっかりと安定もします。次にキャンドゥの仕切りボックスです。キッチンで使うクリップなどを使いやすく整理できます。私はキャンドゥで購入しましたが、セリアにも似た商品があります。仕切りの位置を自由に変えられるし、2つあるので1つ使って1つは使わないなど収納したいものに合わせて自由に調整できます。キッチンでよく使うクリップ、サイズが長いものもあれば短いものもありバラバラになってしまうのでここに入れて使いやすくしてます。全部で今どのクリップがあるかを一目で確認できて使いたいものもすぐに探せます。クリップの収納にお困りの方におすすめの使い方です。最後に何度かご紹介しているダイソーの缶ストッカーです。
缶ストッカーという名前ですが、水筒やドレッシングやペットボトルなども収納できます。我が家では水筒の収納として重宝してます。缶を収納すると、このように冷蔵庫のドアポケットに縦にして収納もできる優秀なアイテム。取っ手付きなので奥のものもスッと取り出せます。缶はそんなにストックしない、めったに買わないという方にもいろいろと使えるおすすめの収納アイテムです。